不動産屋さんの階段です。もともとあまり良くない履歴を持つ土地ってありますが、それが住んでいる人みんなに影響するかというと、そうではないように思います。でも霊感が強い方などは気をつけた方がいいかもしれませんね。さて、これは不動産業者の平田さんからいただいた家にまつわるお話です。1990年から1994年まで平田さんは東京の京市に住んでいたそうです。京市を選んだ理由は平田さんの奥さんの友人が京市に住んでいたためで、そんなわけで閑静な住宅街の2階建てのマンションに引っ越したんだそうです。さて、その京市ですが、東京といっても埼玉の N 市や T 市にも近く、周りには林や田畑もたくさんあるところでした。平田さんらのマンションは京駅から自転車で10分ぐらいの距離で、奥さんの友人の家は駅を挟んで反対側に同じく自転車で10分ぐらいのところにありました。さて、毎週土曜日は奥さんはその友人宅に遊びに行っていたそうで、平田さんは奥さんをその友人宅に迎えに行くというのが土曜日の夜の日課になっていたそうです。平田さん夫婦のマンションから奥さんの友人宅まではおおよそ長いまっすぐな道で、最後に一度だけ左折するだけで着いたそうです。そのまっすぐな道なのですが、自転車で最初の5分ぐらいは両脇は畑が続き、その後だんだんと雑木林になっていき、街灯も少なく真っ暗になっていったそうです。そして最後に四季街道に突き当たり、左に曲がるという順路でした。その左折してからの四季街道も、両脇が樹齢何十年という大きな木々に覆われていたそうです。そんな不気味な街道に一軒の洋館があったそうです。不動産屋さんの平田さんから見て、それは建物だけでも数億円はするだろうということで、贅を尽くした洋館でしたが、誰も住んでいない空き家でもありました。まさに西洋のお化け屋敷といった感じでした。その洋館の蓮向かいには、塀が100メーター以上も続く広大な敷地に農家の母屋の屋根が見えるのですが、奥までは街灯が届かず、暗く陰気で同じく不気味だったそうです。それらを通り過ぎて少し進むと、奥さんの友人宅がありました。毎週土曜日は平田さんはその不気味な道を自転車で猛ダッシュで通って奥さんを迎えに行くのですが、ある土曜日のこと、その日も急いで自転車を漕いでいたそうです。ただその日は少し違い、ちょっとしたアクシデントがありました。ちょうど暗い道に入った時、車道と歩道の段差に自転車の車輪が取られてしまいました。あ、まずいと思った瞬間、自転車ごと横転し、平田さんはアスファルトに仰向けで叩きつけられてしまったそうです。その時どうやら頭を打ち、しばらく意識がなかったようでした。どのくらい経過していたのか分かりませんが、気がついて目を開けると、仰向けの平田さんを老人が真上から覗き込んでいたのです。夜空が見える代わりに、見たこともない老人が平田さんを見下ろしていました。そしていつの間にか雨が降り出していたようで、体がびしょ濡れになっていたそうです。こんなところで寝てられないと、すぐに立ち上がろうとすると、打ちどころが悪かったのか、体が動かないのでした。平田さんは、これは困ったことになったと思いました。すると見下ろしていた老人は、立ち去っていったのか、その場ですーっと消え、その瞬間平田さんの体は動くようになったそうです。急いで起き上がり、自転車を立て直し、早く迎えに行かなくてはと、平田さんは自転車に乗ろうとしました。その時気がついたそうです。そこはあの気味の悪い洋館の前でした。平田さんがふと洋館を見上げると、2階のベランダに誰かがいるのです。平田さんはハッとしたそうです。それはたったさっき自分を見下ろしていた
あの老人でした。そして老人はベランダから平田さんをじーっと見ていたそうです。誰も住んでいない空き家のはずだが、あの老人は新しい住人なのかなと平田さんは思ったそうです。自転車を漕ぎ出した直後、平田さんが振り返ると、洋館のベランダにはもう誰もいませんでした。そこはたったさっき老人がいた時と違い、真っ暗で誰も住んでいない廃屋そのものでした。不可解でしたが、それより早く奥さんの友人宅に行かなくてはと、平田さんは自転車を目いっぱい漕いで急いだそうです。すると何かがおかしいのです。自転車の重心が後ろの荷台にあるのでした。どういうことだと思い、後ろを振り向くと、そこにはさっきの老人が乗っていました。平田さんはあまりの恐怖に全身総気立ち、その場で自転車を乗り捨てて一目散で走って逃げたそうです。そこから友人宅はすぐだったので、玄関に息を切らして駆け込みました。気がつくと通常なら20分で到着するのですが、家を出てから1時間も経っていたそうです。ただならぬ様子で入ってきた平田さんを見て驚いている奥さんと友人夫婦に今あったことをすべて話しました。すると友人の旦那さんが、あの洋館は一家心中があり、またあの蓮向かいの古い農家では一家惨殺事件があったと教えてくれました。いずれもかなり昔の昭和の頃の事件だそうです。結局その後は平田さんが奥さんを迎えに行くのではなく、友人らが奥さんを送ってくれるようになりました。さて、それからしばらく何事もなく、数ヶ月ぐらい経った頃です。ある土曜日の夜でした。ちょうど車を買ったばかりで、奥さんの例の友人宅の近くにあるアミューズメント施設に奥さんの運転で出かけることにしました。そこはK市と隣接する N市にまたがっている施設で、平田さんの家からは車で5分で到着できました。屋根のない立体駐車場の2階に車を止めようと駐車場に進入したそうです。するとその駐車場の真ん中に小さな女の子が車のライトに照らされてうずくまっているのが見えました。平田さんはとっさに「危ない！女の子がいる！」と叫んだそうです。運転していた奥さんは「どこに？」とびっくりした様子で車を止めました。二人は急いで車から降りて周りを見渡しました。でもそんな女の子はどこにもいなかったそうです。すると車から50センチも離れていないところに1メートル四方のブロック塀で囲まれた慰霊碑がありました。そこにはお菓子が供えられていたそうで、ここで事故で亡くなった子供がいたことは一目で分かりました。背筋がぞっとして遊ぶ気分ではなくなった平田さんたちは自宅に引き返すことにしたそうです。霊媒体質の平田さんは心の中で女の子の霊がついてこないことを祈っていました。そんな中、あの四季街道の洋館の悪夢が急に平田さんの脳裏によみがえってきました。そこで四季街道は通らずにもっと暗い道ですが別のルートで自宅に戻ることにしたそうです。その別ルートの道は両脇が森で街灯もないまるで山道のようでした。昼間でも薄暗く、夜は当然真っ暗な怖い道で、森の右手奥に大手ゼネコンの研究所があり、さらに進むと小学校がありました。街灯がないですから、小学校の周りでも真っ暗で信号機もなかったそうです。ただなぜか小学校の校門前に10メーター程度の道幅にもかかわらず歩道橋がかかっていました。平田さんは前方に現れた歩道橋がなぜか気になりずっと見ていたそうです。するとその歩道橋に女の子がいるのに気がつきました。平田さんは息を飲んだそうです。それはあのアミューズメント施設の駐車場で見た女の子で、
平田さんの方をじーっと見つめていました。平田さんは運転中の奥さんには動揺させてはいけないと思い、何も言わなかったそうです。そして車がそのまま歩道橋を通過する瞬間でした。ボンネットにドンという何かが落ちてきたすごい音がしました。驚いた奥さんは急ブレーキをかけて車を急停車させました。平田さんも奥さんも何が起きたのか分からず呆然としていました。びっくりして言葉が出ないとはこのことで、二人はじっと黙って前を見ていたそうです。するとフロントガラスの上から真っ赤な血が流れ落ちてきました。それはおびただしい血液で、平田さんたちは思わず手を合わせてお経を唱えていたそうです。二人ともあまりの恐怖で車の外には出られなくなっていました。どれくらい経過していたのか、しばらくして後ろからクラクションの音がして平田さんたちは我に返ったということでした。そしてすぐに車の外に出て、どんな悲惨なことが起きたのか確かめました。ところがフロントガラスには血など一滴もついていないのです。あれだけ滴り落ちた血液が車体のどこにもついていなかったのでした。そしてボンネットも全くへこんでいなかったそうです。すると後ろの車のドライバーがどうかしましたかと聞いてきたので、平田さんはすみません、エンストですと答えて、二人ともすぐに車に乗り込み発進させたということでした。二人は自宅のマンションに戻り、このことは忘れようと二人で言い聞かせて、その夜は何とかやり過ごしました。後日驚くことが分かったのですが、あの小学校の校門の前に歩道橋などなかったのです。以前その小学校の生徒が道を横断中にはねられ亡くなったそうで、その母親もその後命を絶ったのだそうです。先ほどのアミューズメント施設でもボーリング場のレーンで転倒して頭を打った少女が亡くなっていたり、駐車場でも女の子が車にひかれて亡くなっていたそうです。それ以降平田さん夫婦は二度と自宅から北の方向の N 市方面には夜は行かないことにしました。K市に住んでいたこの4年間は平田さんは本当にたくさんの心霊体験をしたということで、今回すべてを紹介できませんが、土地柄ってやはりあるんですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。